年2ヶ月プチ移住、前半の1ヶ月リゾート地の最後を締めくくるのは青南ビーチ。海を見ながらのタイマッサージや美味しいトロピカルフルーツ、そしてなんと最後にファイヤーショーまで見れたんです。とっても素敵なビーチとショッピングもして夏を満喫しました。盛りだくさんの内容、ぜひ最後まで一緒に夏を楽しんでください。なんか良かったっておすすめしてくださったので、ちょっと撮ってみました。結構キッチンとかもあってね、普通にね、住めるみたいですね。人気だったんで1泊しか撮れなかったんですけどね、ちょっと泊まってみたいと思います。ご飯行きましょう。ね、ここにマザーマルシャのちょうどいいな、やっぱ。寿司どうだろうな。ね、ちょうど今日はキッチンがあるから使えるし。健康的なお店です。めっちゃ外人さん多いね。なんかビーガンっぽいのにしました。いろいろあったんですけどね、ちょっと健康的なものにしてみました。まさにこれなんですけどね、225バーツ。なんだこれ辛いかな。ね、ちょっとあんま辛くなかったよ。サワークリームですね。ちょっと減らしてから食べようと思います。負けないんでね。こんな感じにしました。ちょっとまたそれで調整したいと思います。こちらのね、マックとかセブンが入ってるところの目の前がタニヤキッチン。タンヤキッチン。これなんかね、美味しいらしいんですよね。ちょっと今度行ってみたいと思います。最大ラグジュアリーコンドミニアムに着きました。こちら本当にレジデンス系なんですよね。結構日本人の方でおすすめしてた方がいらっしゃったんでね、ちょっと泊まってみました。結構ね、人気で1泊しか取れなかったんだよね。これで1万2000円ぐらいで、まあ1人だからちょっと高い目かもしれないですけど、2人とかだとね、あれですね、プールのタオルとかもあります。これ結構ね、長期滞在型みたいな感じなんでね、まあ、景色はまあまあって感じですかね。そんなにいいわけではないけどね。なんかガウンとかもありますね。アイロンとかもあります。で、キッチンがねついてるので、日本からね抹茶のそばを持ってきてるので京都で買ったやつに食べようかなと思います。ちょっともうすぐ飛行機乗るしで、ちょっと重量下げときたいっていうのもあるし、体にいいのでね。結構一応キッチングッズはね、ほらちゃんとね、包丁もありますし、全部あるって書いてあったんですよね。かなり揃ってるよね、こうやってね。なんでちょっとなかなか作れないものをね、作ろうかなと思います。まあそんな綺麗ってわけじゃないけどね。ぶっちゃけね。換気扇入ってなさそうな気がするけど。いやね、この中で超臭いんだけど。臭い。これ換気扇回ってんのかな。もうちょっとこれ汚いな。お風呂とかちょっと歯磨きとかと厳しそうですね。かなり臭いんだけど。もう臭くて気持ち悪くなっちゃいました。ゲストもまあまあこんな感じですね、バルコニーから。これで1万2000円か。結構微妙だな。いやもうね、ちょっとあまりトイレとか臭くても私も吐きそうになったの気持ち悪くて、だからね、一応もうフロントに言いに行こうと思ってタイ語で一応翻訳をしてね、今エレベーター乗ったらお掃除の方が2人いらっしゃったんで、タイ語見せたらね、もう一回掃除してくれました。早めにね、ちょっとチェックインより早めに1時間前に入らせてもらえたので、それでちょっと臭さが取れてなかったのかね、わかんないけど、もうとにかくきついと思ったけど、まあ少しマシになったんじゃないかなと思います。ちょっとまたダメだったらもう一回行ってみたいと思います。あとね、ここね、ハンドソープもないしね、ティッシュもないんですよ。まあ私持ち歩いてるけどね、綺麗綺麗とか。結構微妙だな。キッチンも綺麗なわけでもないしね、新しくもないしね。まあ一泊なんでね、ちょっと試しにね、泊まってみました。また明日はね、ちょっと違うところに行ってみたいと思います。ベッドもダブルベッドですね。まあこういう感じでやってるところ多いですね。なんか海はちょっと遠いんですけどね。
まあ、夕方とかはこんな感じの景色でね、山が見えますね。まあ朝ごはん食べるのいいかもしれない。最近本当はもうお腹いっぱいで1日1食ぐらいなんですけどね。そう、日本から持ってきたそばでも食べようかと思います。せっかくなんで。鳥ちゃんだね。私も泣いてます。どこ行っちゃったかな。4階からの景色です。まあ、下にプールありますけどね、ちょっとしか泳いでないですね。やっとちょっと涼しくなったので、少しねちょっとプラプラしようと思います。昼も一回ちょっと出かけたけど、暑くて暑くてね多分ね、明日のホテル近いはずなんだよね。本当は明日のホテルを2連泊してたんですけど、エレベーターがないってことでね、持ち上げて荷物運んでくれるから聞いてもなかなか返事なかったから、1泊だけちょっとね違うとこにしたんですけど、その後にまあ大丈夫、運んでくれるってことでしたね。だからあんまお腹空いてないかな。ロブスターかカニが美味しいらしいんだけどね。すごい、明日泊まるホテルめっちゃ近いレベルではないぐらい近かった。頑張ってちょっと歩いた方がいいな。多分 100m ないぐらいですね。明日こっちです。ちょっとビーチと反対側も行きたいと思います。この前もここら辺プラプラしたけどね。これが青南モスクですね。なんかすごい前にたくさんねお店も出てます。今6時ぐらいなんですけどね、すごいちょうど涼しくて歩きやすいです。昼間は日差しが強いね。暑ってなるから。でもね、クラビアまだマシ。もう今日とくっそ暑かったよくそ暑いし、排気ガスひどいしね。海の方行ってないですけど、もう青なんつってもさ、もうなんか山の中歩いてんだけど結構遠くまで来ましたね。ビーチから逆の方向にね、なんかここら辺にバズオーガニックっていうね美味しいお店があるらしくて、今日はちょっとお腹いっぱいですけど、明日明後日食べようかなと思ったら、ちょっとちょうどいい気候なんで歩いてるんですけど、多分ここら辺だけどめっちゃ遠いな。結構ちっと海への面影はほぼないですあ、ここだ。これがバズオーガニックフードドリンクですね。今日は行かないけど、しかし今日閉まってない。閉まってる。どのみち今日はいいやと思ったんですよ。明日とか行きましょう。9時から4時までなんだ。なるほど。でランチですね。朝にですごいいいって書いてあったから、ちょっと今度行ってみたいと思います。かなり薄暗くなってきました。夜の青なんです。結構ホテル寄りなんでね、海よりちょうど近くはないんですけどね。よいしょ。タイライラグジュアリーコンドミニアムマムです。夜の感じ、なんかアヒルさんがいるけど、プールがちょっとライトアップされてますね。ほんとこっちなんか海っつうか山って感じですよね海まで歩いていけますけど、ベランダに出るとこんな感じで、ちょっと火曜日ですけど賑わってるけど、閉めるとの音は聞こえないですね、ほとんど。日本から持ってきたねこの3つを使ってね、お蕎麦をですね、これもね京都かなんかで買ったね抹茶のお蕎麦なんですけど、これをいただきたいと思います。タレはないですけど、蕎麦つゆはないんですけどいいかなっていう感じでね。あと緑茶もいろいろ持ってきてるのでいただきたいと思います。これ緑茶はですね、このなんか宮崎のねオーガニックのなんか賞を取ったというね新茶と、あとこれ京都で買ったねスティックなのでちょっと使いやすいかなっていうね福10円のを買いましたチェックアウトしました。いやもうほんと結構苦痛だったね。全然良くなかった。もうこれね、評価って難しいんだよね。かなりねひどかったです、私の中では。本当にね、評価ってね他のことでもそうなんですけど、人がねおすすめしたりですとか、いくらね9以上の評価だったとしてもね、結構ねって時あるんですよ。本当にねこれってねやっぱり自分で言ってみなきゃ分かんないことってたくさんあって、だから私もねタイに来てるんですよね。偵察と言いますか、タイが本当に日本人に人気だけどどうなのかっていうのがね、私はすでに無理だなと思ってて、バンコクとか行ってないですけど多分大気汚染的に無理だと思うんですよね。こういうのって本当にね肌感覚とか、あと人によってさ、やっぱり物差しとか評価の基準が違うから好みも違うし、本当にね分かんないもんなんですよね、行ってみないとね。がですね、実質今日で最後になりますね。
結構長かったね、タイムね。でちょっとずっとリゾートいましたので、次はクアラルンプールなんで、都会になりますのでね、結構都心の方に行きますので、ちょっと最後にね、海を楽しみたいと思います。ちょうど明日はですね、6時の飛行機なので、まあ3時ぐらい、2時のバスに乗って3時に行けばいいかなと思ってます。ちょうど青南はね、結構空港までのバスがたくさんあるのでね、そういうのもね、いいかなっていう感じでね、まあ、最後にちょっと海をね、味わってから行きたいと思います。今日もね、すごい暑いですね。今日は最後にですね、今日めっちゃほら、こんなに、さっき写真ありますけど、こんなにほぼ全身出てるみたいな、水着みたいな感じで歩いてますんで、めっちゃ焼けそうな気がしますけども、ね、アラフィフ、東京アラフィフ女、ひもビキニっていうね、ひもビキニですから、私ね。で、まあね、ちょっとこれからですね、バズオーガニックカフェに行きたいと思います。昨日ちょっと偵察行きまして、ちょっと遠いんですけど、明日だとちょっと時間なくなるかもしれないですしね。でもすごい評判良かったんでね、体にいいものいただきたいと思います。さあ、着きました。バズオーガニックフードドリンクです。なんかまだ人がいなそうだ。これ評価すごい高かったしね、おすすめしてる人多かったですね。すごい優しいお味だってことでした。サワディーカー。なんか雰囲気もいい感じです。すごい、ここは水が無料で出ました。珍しいですね、海外でね。ちょっとメニュー見てます。なんかここほらトロピカルな感じで可愛い感じですね。ちょっとガラの人いたらね、ちょっと自撮り棒を買った方がいいね。かなり手が長いときついです。おー、来ました。すごい体に良さそうなフルーツたっぷりのブレックファーストです。ブレックファーストといってももう12時過ぎてますけどね、いただきたいと思います。オーガニックですね。朝からね、めっちゃヘルシーですが、ちょっとスプーンじゃ食べにくいかもしれない。フォークも欲しいね。中にね、下にたくさんね、オートミールとかも入ってますね。めっちゃ美味しいです。なんかね、フルーツはね、冷たいんだけどね、下があったかくてね、美味しい。美味しくいただきましたね。あれで170バーツ安いね。昨日お店高かったからね、なんかあそこなんかいかにもリゾート価格でね、あれで240バーツだったから、こっちの方がね、体に良くて美味しそうな感じでした。ちょっと一回チェックインをね、今日のホテル、最後の青南のホテルにチェックインしてから海に行きたいと思います。いやー、それにしても青南は海つうか山です海まで出るまでほとんど山ですね。こんなに山と海が近いってすごいね、ある意味ね。いや、結構ね、暗闇長くいましたね。結局ね、トータルでね、15泊ね、16日長すぎるよ、クラビっていう話なんですけど、その本当はですね、私クラブの後にランカウイ島とペナン島にね、陸路で行こうと思ってたんですよ。だから船とかバスとか、あとフェリーとか使ってね、行こうかなと思ってたんで、そしたらね、結構いろいろ調べたら、ランカウイとかペナはね、全然綺麗じゃないんですって、海。で、もちろんね、陸路で行くのはね、結構大変なんですよ、30キロのスーツケース持ってね。でもね、いろいろやってたら面倒くさくなってね、もういいや、もう飛行機で飛んでしまいということになって、それでそのね、調整でね、結構クラビが長くなっちゃったんですね。まあ結構いいね、一番良かったのがやっぱりネストホテル。これかなりね、いいホテル、かなりコスパいいし、部屋のクオリティもね、普通にそこらのね、4つ星とか5つ星よりも良かった気がする。いや、そこまでは言わないけど、値段ではマジないんですね。かなり良かった。ベッドとかも全部、電化製品も良かったし、いろいろ良かった。網戸があるのも最高だったし、眺めも良かったし、バルコニーも広いしね。あそこはかなり最高だったんですけど、だからそれまでね、伸ばしました。だからかなり長くなっちゃって、こんな長くいる予定なかったんだけどね。ただクラビは結構気候もね、他に比べたらまだね、暑すぎない。暑いけど暑すぎないし、夕方とかかなりね、涼しくて歩きやすくなりますしね。で、大気汚染もね、マスクなくても、なんとか私でもできるぐらいなんで、まだね、良かったかなと思います。で、他のね、多分プーケットとかピピとかよりはかなり安いですから、多分とかより比較的ね、
安めではあるので、まあぜひ皆さんもよかったら来てみてください。あそこにあるね、大体コンドミニアムからね、ここのねモホテルに今日は行くだけなんですよ。歩くとねもう5分もかかない 2,3 分の距離なんだけど、スーツケースがあるからね30キロのちょっと大変なんですけど、とてもグラブを取る距離では全くない、もう1分で終わっちゃう、1分もかかんないぐらいなんでね、ちょっと頑張って運びたいと思います。こんな近いと思わなかったな。超近いですね、めっちゃすぐじゃん。いやこの距離感さ50メートルぐらいしかないよねすごい近さ、超近い。しかもドリンクもねこうやっていただけるそうです。いいね。すごいフロントの方は親切でね、女性の方なんですけど運んでくださいました。さっき重いのはね男性の方がやってくださいました。このホテルの一番の問題がそのエレベーターがないということで、もう私4ヶ月間やってるから、その窓本当腕がね死んじゃってるんでね。そう、あとはねすごく評判良かったんでね、本当は昨日も泊まりたかったんですけどね。あーでもいいんじゃない？つうかさ、これちょっと鍵の閉め方わかんないですけど、でもいいんじゃない？もうさ、昨日のホテルよりもはるかにいいかもしんない。なんか清潔感的に。これでさ、昨日より半額ぐらいなんだよね。やっぱりこっち2泊の方が良かったな。こっち2泊にしたかったんですけど、でもすごいビューが悪い。ビューは悪い方にされましたね。本当は反対側だといいビューだって書いてあったんですけど。私こっちのビューだったっけな。なんかいいビューにしたと思ったんだけどね。残念。マジでそれはちょっとやってくれなかったのかな。でもなんか匂いは全然こっちはないと思います多分。私ビューいい方って言ってたのに、それはショックだね。あとこのホテルのいいのがね、ちゃんとね洗面所がねトイレとバスルームと分かれているところね、トイレ大体のところがね洗面所とトイレとシャワーが全部一緒なんですよ。そうするとさ臭いじゃん、もう歯磨く時とかも嫌なんだよね。もう全部ね本当は全部分けてほしいけど、日本もねユニットバスだと一緒になっちゃうんですけど、ちょっとこうやって分かれてるっていうのがいいですね。トイレとねちゃんと入ってこないっていうね、歯磨きする時って気持ち悪くならないですよね。日本これきれいきれいで一応タイルも売ってました。これ必需品ですね。あとここのホテル本当にねスタッフがねすごい感じがいいですね。フロントの方とかもすごい良かったね。やっぱり最初ここ2泊にしてたんですけどね、なかなかねちょっとエレベーターがないから運んでくれるかって返事を待っててね、ちょっとキャンセルがねできなかったら怖いなと思ったんで一泊キャンセルしちゃったから、そこがねもったいなかったですね。こっちの方が半分ぐらいの金額ですけど、来体のよりもね、全然こっちの方がいいですね私的には。確かに今見たらですね、ナイスビュー付きとは書いてなかったですね。ただね、昨日と同じだよね。昨日のホテルから見えた景色と多分同じだと思います。山が見えるっていうね。あれは見たからいいかなって気もします。とりあえず荷物をね、運べるのが一番心配だったんでね、よかったです。こっちの方が清潔感あるよ、マジで。しまったな。バスのね、無事に買いました。明日の2時にね出発をしたいと思います。ホテルまで迎えに来てくれて150バーツめっちゃ安くでいいよね。下手にさタクシーとか使うとすっごいかかるよ多分。こんな青ナビね、ちょっと見えてきましたね。でもなんか夕方も綺麗そうですね。青ナよいしょ。ビーチに来ました。いいねいいね、夕日な感じです。ちょっと最後に砂浜でも歩くかな。そしてマッサージ行きたいですね。船と岩って感じですね。眩しいですねやっぱね、サングラスがないとね。なんかちょっと泥っぽい感じがする。この前1回ちょっと何日か前に雨が降ったんですけど、気持ちいいからなんか砂浜もちょっと濡れてんだよね。全体的にジメッとしてますね今日ね。なんかこの通り沿いにあるマッサージが一番安いんだよね。だって1時間で200バーツだもん。過去最高に安い。あともう1個あったんだけどそっちも安かった同じだったんですよね。どっちでもいいんですけどね。多分一番安いね今回のタイ約1ヶ月の中でね。ちょっとねキラ
ラキラしてますね、夕日でね。そう、ここもね同じぐらいの値段で安かったんだよね。なんとなくこっちの方が雰囲気がいい気がする。マッサージしてちょうど青なんでしょう、こんな感じです。こんな感じでやってもらってますちょうどいい眺めですね。マッサージしてもらっております。肩やってもらってます。終わりましたまあすっきりしましたね。そんなにねぶっちゃけ上手じゃなかったけどね、でも結構軽くなりました。で眺めがいい。だってこれ見ながらさ、ちょうどね私端っこのね席というかシートだったんで、その眺め良かったですね。ちょっとまた海をね歩きたいと思います。まあだけどね今回のね1ヶ月間ではね3回しかマッサージ行ってないんですけど、で結構ねなんかふてぶてしいおばちゃんとかマッサージとか花とか多いですよ。なんかすごいね雑なね感じだったりね、なんかガラガラ喋りながらねやってて、今の方もあんまうまくはなかったね。痛すぎたりね優しすぎたりしてね、だけどまあでも軽くなりましたねやっぱね。さあいよいよねもうタイも今日が最後ですね。明日もありますけどちょっとね、青南ビーチの夕焼けです。さあもうビーチもね今日で最後ですね。明日ちょっと行けるかどうかわかんないんでね。いやー1ヶ月間ちょっと焼けまくりましたかもね。ちょっと暑かったマジで。でクアラルンプールもちょっとマレーシアも今回初めてですので、まあ、リンギットわかんないし、ただ英語なんてねまだマシかなと思います。まあ日本人はねそう言えないけど、タイもね全く英語通じないんでかなり辛い日本人も同じこと思われてると思うんで、英語はマジで誰でも喋れるようになった方がいいと思います。マジでね結構嫌になってくるもうなんで共通語喋れないのとかなってくるから、なんか青春な感じ結構ねあれ一人とか言われることもあるんですけど、おマッサージとか言っても私本当に一人で楽しんじゃってんだよね全然平気なんだよねこれが。でも2人の方が楽しいのっていうかね、2人の方がねホテルのコスパが確実にいいの。いつもダブルで払ってるから、これがね一番きついんだと思う。私の献血の原因ですねきっとね。だからそれがね2人の方が絶対いいと思いますその方がねホテルのクオリティも上げられると思うしね。なんかちょうどね夕日がいい感じになってきてますね。でもやっぱ出発前にやってもらってよかったね。軽くなりましたね体がね。自分で毎日ヨガやってるけどさ、やっぱりキリがねないからさ、やっぱりやってもらうと楽だね。だって200バーツだからね、1000円いってないですからねめちゃくちゃ安いよね。まあ1時間実際やってもらったのは50分ぐらいでしたけど、よかったですね。28日ぐらいいましたので大丈夫また機会があれば、また違う場所に行こうと思います。ウェルカムトゥ青菜今更見ました。タイ語は結局全くわからないですかったですね。なんかさ、ここの子がちょっと可愛い。ちっちゃいポップとかが可愛い。でもちょっと飛行機とかで持って帰るのが大変ですからね。でもなんかこういうの可愛いですね。これも可愛いんだよね。いやもうね、重量の問題なのよ。重量の問題。
今ですら入るのかっていう、捨てなきゃいけないかって感じなんだよね。ちょっとね、見て、これが可愛くない？これ爽やかな色でね、なんか色が一番いいかなと思ってね、250バーツなんですよ。だからまあ1000円ぐらいなんでちょっと買っちゃいました結構可愛いですよね。こんな感じのデザイン。見て、もう早速ね使っちゃった見えにくいけどまあちょっと弱いかわかんないですけど、まあ結構可愛いかと思います。結構ね、こういうお酒よく見てたんだよね。まあ最後飲もうかな、どうしようかな。私だとね、今110分しかないんですよ明日のご飯はプレゼントにしようと思いますけど、どうだろう、ギリ飲めるかなって感じです。すごい夕日がちょうどいい感じになってきましたね。ちょうど可愛らしくミラクルアナにしたので、それでちょっと夕日を見に行きたいと思います。いいね。さあ、ペナコラーダをゲットしたのでね、夕日見ながら飲みたいと思います。あ、沈んじゃう。早くしよう。もう明日でいよいよタイも終わりですね。本当にね。来週は私の誕生日なんで、実は来週はですね、結構いいホテルに泊まろうと思ってます。いきなりね、クアラルンプールのね、結構銀座と言われるような場所に行く予定ですので、ちょっとね、いきなりね、リゾートから変わると思いますけれども、ぜひまたね、楽しみにしていてください。すごい人が集まってると思ったらね、なんかイベントやるみたいですね。
たまたま良かったね、青菜のね、このビーチ、なんとなくみんな集まってるなと思って、ね、夕日かと思ったけど、ね、よかった、これ、中でもね、毎日やってるっぽいけど、私もね、なけなしのお金をね、寄付っていうかね、チップで入れました。そういうのはね、明日から帰るからね、もうね、30バーツしかなかったの、20バーツ入れときましたね。すごいちっちゃいね、なんか7歳か5、6歳ぐらいの子もね、やっててね、多分家族でやってんね、あれね、お父さんが多分車椅子なのか分かんないんですけど、すごいみんなで頑張ってんなと思いました。ね、すごい素敵なショー見れてよかったです。まあね、いい感じでね、最後ね、締めくくれてよかったです。ちょっとね、ブラブラしてよかったな、せっかくのね、夜ね。ホテルに戻ってきました。せっかくなんで、ちょっと外出てみましょう。ちょうどこれ目の前に、普通の繁華街なんで。こんな感じだね。道沿いだからね、めっちゃね、ちょっとうるさいかもしれない。こんな感じでね、触ることができます。今日が本当にいよいよタイの最終日になりました。まあ、最後にね、ちょっとタイのね、おすすめのお店で食べたいと思います。2時にバスが来ますんでね、空港行きのね。今日は最終日なんでね、こんな暑い格好してます。もう暑いんですけどね、もうね、いかにね、来てね、いかに重量減らすかもう着込むしかないんですよね。もうあとポッケに私結構詰めまくりますね。重量やばいから。もうモバイルバッテリーとかいろんなものをポッケに詰めてなんとか逃れるっていうね、っていう形で来たいので、ちょっと暑いですけど我慢します。あとちょっと数時間なんでね。今11時55分なんですけど、まだやってないの？何時からやんだろう。お昼をちょうど食べようと思ったんですけど、ここがね、一応最後に食べようかなと思ってたパン屋キッチンなんですけどね、いつやんだろうな。あら、なんかこれ、あれ、この前ランチやってると思ったら夜しかやってないんだって。もう今日ダメじゃん。夜食べない、夜いないですからね。残念賞。まあなんか100円ショップみたいなのあるんですけど、まあ100バーツなんでね、420円ぐらいですかね。100円ではないですけどね、分かりやすいっていうかね。まあ、こちらのお店でね、いただきます。まあね、ちょっと行きたかったタン焼きキッチンがランチやってないっていう、ちょっと残念なことだったんで、ここもね、ちょっと気になってたんでね、ここもちょっとね、食べてみたいと思います。一応クレジットカード使えるそうです。でもね、500バーツ以下だと 3% ね、チャージがかかっちゃう、プラスね、かかっちゃうみたいですね。まあ仕方ないね。なんかクラビはカニが有名らしいんですけど、もうちょっと最後の粉末で食べちゃおうかな。なんか320バーツですね。クラブね。だってもう500バーツ以上じゃないとどうせ手数料かかるしさ、まあ、今日最終なんでね、それもありかもしれないですね。500バーツいくっていうね。いいかもしれない。来ました。クラブカニです。クラビのね、クラブはカニがね、有名ということで、結構カニのね、モニュメントもありましたよね。ということで、ね、せっかく最後なんでいただいてみたいと思います。なんかワインもせっかくだからいただこうかと思うけど、変なワインだって下手に酔うからね、ビールの方が意外と安全かもしれない。最後に海を見に来ました。まあ本当にあとね30分ぐらいしかないんで、まあ戻る時間考えると15分ぐらいしかないですね。ちょっと海ね、せっかくなんでちょっと海眺めてゆっくりして、ね、戻りたいと思います。でもなんかね、タイの人たちはね、本当なんかすっごい基本的な英語も分かってくれなくてね、結構。あとね、日本人って言ってんのにね、ニーハオとかなんか中国語を話しかけてきてね、あとなんか何ですか、韓国語のなんか言っててね、いやなんか全部ごちゃ混ぜになってんね、分かってないみたい。なんか日本語と韓国語となんか中国語の差が分かってないのか、めっちゃ日本人って言うのにめちゃくちゃね、ごちゃ混ぜで話してくるんで。なんかね、空港に着きました。バスで50分ぐらいでしたね、青なんでね。なんかね、バスの中ですごい黒人の方とね、めっちゃ英語でお話ししててね、ちょっと楽しかったんですけど、でその方はね、なんかこの後、オーストラリアに行くって言ってて、で先月はね、日本のね、東京のね、京都にいたらしくてね、日本のこと大好きっておっしゃってましたね。そう、またね、どっかなんかも同じね、便なんでして、でもなんか、トランジットだから、クアラルンプールが、ちょっとね、1時間遅れてるみたいで、心配とおっしゃってましたね。かなり余裕持って3時間前に着きましたね。一応さ、ほらタイ出国で次マレーシア入国って感じなんでね、余裕持ってます。方がそうインスタのね、インスタとかいろいろ YouTube を交換したんでね、後でまた連絡取れるかもしれない。イギリスに住んでるそうなんですね。いや、なんとかですね、無事30キロぐらいで済みました。結構シャンプーとボディーソープとね、コンディショナー最悪捨てようと思ったんですけど、意外と大丈夫でしたね。よかったです。
一応ね1個ねもう1個あったんだけど、ボトルが新しいのが、それはねホテルの人にあげました。ネストホテルにお世話になったので、まあね1個400-500円なんでね、すごい良かったかなと思いますね。ただやっぱり1時間遅れてるってことでめっちゃ遅くなりそうだな。ただでさえね着くのがね結構遅くなりそうだったんですよ。8時半にクアラルンプール着予定だったから、そこからさKL セントラルの直結のホテルにしたんですぐ寝れるようにと思ったんですけど、それでもちょっと到着遅くなっちゃうね。やばい11時とかなっちゃうかもしれない。まあ寝るだけなんですけどね。まあ、あと3時間ぐらいなんでね、まだまだちょっとご飯意外と食べられますね、こっちでね。マンゴーのデザートとか。なんかラウンジあったっけな。でも私はちょっと使えるカードがあるかわかんないんですけど。手続きは終わったんですけどね、ちょっと早めにさ3時間前に来た上に1時間遅れてるからね、4時間もあんだよね。どうしようかな。いややっぱね、あともう全部終わってるんですけど、あと3時間以上待たなきゃいけないっつう、ちょっと暇すぎる。3時間半ぐらい待つっていうね、ちょっと珍しく早くね来た。余裕を持ちすぎましたね、ちょっとね。やっぱ空港のが高いな。ちょっとでもちょっとネットでもやろうかなと思います。まあベンチでもできるんですけどね、どこ入ろうかなと思います。いや空港めっちゃ高くない？これバーズだよねだって見てこれ、普段7バーツのが30バーツで売ってるっていうさ、取りすぎだろっていう感じだよね。あ、この店はなんか青菜にもあったような気がしますね。絶対高いけどね、空港の方がね。ドリンクだけでも飲むかな。なんか美味しいのあるかな。めっちゃ高いね。まあこの大したことないケーキで170バーツだから、まあ高いけど空港だから仕方ないですね。ちょっとねネットでもやってようかと思います。ちょっとねパソコン作業してますけど、このチーズケーキね170バーツで高えと思ったんですけど、これ大したことなくねと思ったら意外と美味しかったですさあやっとですね、今6時半になったのでそろそろ行きたいと思います、3時間ぐらいかかりましたね。3時間ぐらい待ちましたね。ただネットでね今ちょっとプーケットのね動画アップしたんですけど、英語のね全部字幕つけて、それが結構辛いんだよね。テロップはいいんだけどね、自動翻訳するときに日本語の文章、私が喋ってるの日本語をね直さなきゃいけない。それがね結構何時間かかってもできなくてね、かなりね辛い。今外国の方ね 5% しか見てないんで、やんなくてもいいかなって気がするんですけどね。でも結構外人の知り合いの方もいらっしゃるから見てくれるかもしれないしとか思いながらね。いやーこれ結構到着遅くなっちゃうな。怖いな。なんかクアラルンプールに着くのが多分ね9時40分で書いてあったんで、これでさ10時ぐらいからさ、もうねこれ10時ぐらいからさ移動してさKLセントラルに行くんだったらさ11時になっちゃうじゃん。チェックインできるのかな。もう超心配よ。なんかね初めての国なのにね結構ね綺麗な空港でね、トイレも綺麗ですよね。よかった。さあいよいよですね、タイをね出国したいと思います。いや初めてのタイでしたね。いきなり行きましたけど、ちょっとリゾートばっかだったんでね、今度ちょっとねバンコクとかもちょっと短い時間で、行ってみたいと思いますで、あとチェンマイとアユタヤと、あとプーケットのシミラン諸島に行きそびれたんで、ちょっとなんかアナウンス流れてますけどね、行きたいなと思います。今ですね7時過ぎなんですけど、やっとエアアジア乗りましたね。なんかさ最初さバンコクまでに行った時より関空からなんかシートがいいんだけど、シートがいい感じで見てなんかふかふかしてるんだけど、これなんかいい感じなんですけど、値段全然安いですよ。これねクアラルンプールまでで1万円ぐらいで、私追加料金払わなきゃいけないんで1万5000円になっちゃってるんですけどね、20キロのね、結構なんかいい感じ。ただねここはめっちゃ狭いですね、本当にね。私細身だけでいいけど、これ結構辛い人は辛いと思いますね。2時間ぐらいなんでね、2時間半かな。これならいいと思います。しかもスタッフの方がねスーツケースあげてくれたから良かったです。なんか前よりなんかいつもねいい感じするんだけど、なんかいい感じする。なんかふかふかしてるでしょ。なんとなく弾力があるやつですね。早いね結構。綺麗。あれだね、2時間半っていうのは時差のせいだね。タイだとね日本の2時間時差があって、多分ねクアラルンプールは1時間なんですよ。だからね実際1時間半で着くってことだな。すごい綺麗だね。さあいかがでしたでしょうか。タイのプチ移住前半1ヶ月はリゾート地に滞在しました。この後1ヶ月間の滞在の感想や
タイ徹底解説、他の国との徹底比較などの動画も出していきますので、ぜひチャンネル登録して楽しみにお待ちください。Thank you for watching。ぜひチャンネル登録と高評価で応援をお願いいたします。いろいろあったんで